ペースアートダンス TV へようこそ。この動画はフリースタイルのムーブを分析していきます。今回はヒップホップミドルスクールに分類してもいいかもしれないですね。16ビートメインのスタイルのアドリブを細かく解析していきたいと思います。ムーブのポイントを整理して長所や特徴を抑え、課題点があれば浮き彫りにしていきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーでは、ムーブで押さえるべきポイント、構成などを分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していますので、チャンネル登録の上、ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。まず第一印象としては、とにかくステップが軽いという印象だと思います。しかしながら、その中でも複数の技術によってリズムの取り方が変わって見えているので、その部分がどうしてなのかを考えていくことをメインの議題にしていきたいと思います。大きなアップダウンを使っているのはよくわかると思いますが、よく見ると体の固め方をうまく利用しています。緩くしてボディまで感じているシーンと、硬くして跳ねているシーン。これをうまく使い分けていることがとても良いなと感じます。重いバスドラムと軽いハイハットやボーカルのイメージを感覚的に表現できているのがグッドポイントだと思います。特にハイハットの部分をよく聞いているので、ステップと胸や肩周りの使い方を合わせることで曲とのリンクが成立しているんだと感じました。今日は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、ステップとアップダウンの融合。2、つま先体重の使い方バリエーション。3、印象を変えるフレーバーの使い方。入門初級の時にまずつまずくのはステップとアップダウンの両立だと思います。今回はランニングマン、ホーシングとベーシックなステップを使っていますが、しっかりとアップダウンが表現できているのでとても気持ちよさそうです。また、ステップとボディが両立できたら、腕の使い方まで考えて、この3つを同時に使うことが必要になってきますが、腕もかなりパワフルに使えていて、個性を表現する一つの要素になっていると思います。過去動画にはなりますが、参考になる解説部分がありますので流していきます。また、動画後半では、ランニングマンとホーシングを組み合わせた実践メニューも収録しておきます。それでは次におすすめのバリエーション、胸を追加してみる。ステッププラス胸ですね。こちらをやってみましょう。足が上がった時、これがほぼ準備姿勢、裏のカウントと言われるんですけれども、アップの形にしてください。ノーマルポジションの時は胸はアップ、下ろした時はダウン、下ろした時にダウン。この時の注意点一つだけ、お尻が出てしまわないようにしてください。後ろの足は少し伸ばすイメージにしておくとラインも出来上がってかっこよくなります。お尻が出てしまうと体重が後ろ側に来てしまう。真ん中側にいればいるほどなかなかダウンは楽に入るんですけど、ステップの形としては好ましくない、あまりかっこいいと言える姿勢とは言えないと思います。そして2つ目のバリエーションです。足を上げてる時はダウン、足を下ろした時はアップ、足を上げてるときはダウン、アップ、ダウン、アップ。横からも見てみましょう。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。横乗りをランニングマンと混ぜてみようというちょっとチャレンジ的な、初心者にとってはチャレンジ的なコーナーになります。7、8、and 1、2、3、4、5、6、7、8。はい。これは前から見たときに横に上体が動きますので、かなり激しい動きに見えます。ランニングマンは前から見たときに意外とアップダウンで一生懸命取っても見えないことがあったりするんですけども、少し横の動きを入れてあげる。もちろんさっきの斜めに出すとかクロスに出すもそうですけれども、少しお客さんに対して、オーディエンスに対して横の動きを入れてあげると少しかっこよく大きく見せる効果があると思います。このムーブの質感がどうして出るのだろうと洞察をした結果、足の裏の使い方にヒントがありました。
運動ではつま先体重が良いと言われることが多いですし、確かに16ビートはつま先を使った方が取りやすいんですが、ダンスでは溜めたり止まったりボディコントロールを急にチェンジする必要があります。このムーブではつま先のみで跳ねているところ、つま先からかかと、かかとからつま先、さらにはそれらをスローで行ったり硬く行ったりすることで上半身へのエネルギーの伝わり方を変化させています。これは意識して練習したことがないとパッとアドリブでは出てこない技術なので、このムーブは見た目以上に価値の高いワンムーブだと感じました。足の裏の使い方、特につま先からかかとへの落とし方についてレクチャーしている部分を流していきます。取り入れることができればまた違った質感を表現できるので、ぜひ参考にしてみてください。私が最も大事にしてほしいのは着地部分です。なぜかというと、その瞬間が一番体の負担が大きく怪我をする確率が高いからです。ですので、まずは足の裏と地面が接地するということを確認していただくという意味で、実践練習の方ではベタ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 、このような足踏みを練習していただいています。さらにもう一つ、つま先ラインからかかと、つま先ラインからかかと、はい、これも2段階で3点ポジションに行くことで地面と少しでも仲良くなっていただければと思います。さあ、つま先からがあればかかとからつま先ライン、かかとからつま先ライン、かかとからつま先ライン、はい、とにかく足を地面と接地させて3点で安定させる、こんな練習確認は長い時間をかけて体に染み込ませていく必要があるかなと思っています。その次にやっていただきたいことはもう一つ、軌道を大事にしていきましょう。例えばこれを足をしっかりと上げてベタ着地しようねとか、足をしっかり上げてつま先ラインからかかと、つま先ラインからかかと、逆もそうですね。足をしっかり上げてからかかとつま先ライン、かかとつま先ライン、この足の上げ方だけじゃなくて、例えばこういう軌道もあったりしますよね。これ全部ニュアンス違ってきますので、いろんな軌道で地面を握っていくという練習が先に来るんじゃないかなと思っています。ヒップホップを真剣にやりたいと思う人はアップダウンの練習を相当量やると思いますが、基礎がそこそこできたのなら応用に使うための練習を取り入れていくことをお勧めしています。実践ではアドリブにしてもパフォーマンスにしてもノーカラーで表現することがあまりないからです。彼はセンスでやっていると思いますが、微妙に胸を傾けてアップダウンをとっています。こうすることによって自分らしさや色気がプラスされますので、とてもおすすめです。この技術を私は胸のフレーバーと呼んでいますが、早め早めに取り入れることによって伸び方が変わるなという印象がありますので、ぜひ多くの人に知っていただきたい技術です。彼のムーブですごいなと思うところは、傾けた方と逆の部位をリラックスさせることによって16ビートをより揺らして見せているところです。フレーバーについて解説している部分を流していきますので、ぜひ取り入れてみてください。胸や腰のアップダウンに少し斜め傾けを加えていきましょう。私はこの少し傾けて取るやり方を胸のフレーバーって言ったり、腰のフレーバーを入れようねなんていう言い方をしたりします。上下3つずつ方向を覚えていただきたいんですが、胸のアップであれば真ん中、普通に真ん中が上がりますよね。これを右の胸だけ傾ける、体重も少し移動するとやりやすくなります。反対の左胸を傾けるとアップで3つ取れることになります。逆にダウンで3つ、まず真ん中は先ほどまで練習していたもの、それにこの肋骨の真ん中あたりを屈折させるような感じで押し込んであげるような感じにすると、少しこれより上が傾いたり、体重も少し反対側に移動していくようになります。この形を利用してリズム取りに、加えていきたいと思います。たかが上下で取るだけなんですけれども、いろんな部位、そしてその掛け合わせでいろんなニュアンスでリズムを取ることができるんだということが分かっていただけたかと思います。それでは最後に参考基礎練習としてランニングマンとホーシングを掛け合わせた実践メニューを収録しておきます。入門者でも取り組めると思いますし、今日お伝えした技術を組み合わせることによってまた違った表現方法が発見できると思います。それではどうぞ。I was the black cat,
I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I packed up, slipping, falling on some X shit, and I rhyme excess. Line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, mark them off on the checklist. All I need to get by, man, no method. Too calm, I orchestrate such a fuse bomb. Baghdad bars, he spit but be too calm. Mason Margello on, looking too proud. Nassau fly, might bring the whole crew down. Ow. Please clear the land deck. Ow. Top floor is the grand See, step. the freshmen was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, cause I'm super genius. They see the freshmen was cool, but now they super seniors. And you should fuck with me, fools, cause I'm super genius. 皆さんお疲れ様でした。今回は足の裏の使い方や胸のフレーバーについて分析してみました。基礎と呼ばれるものにはそれなりの理由があって、応用していくことによって多くの幅を得ることができます。簡単ではないですが、基礎と言われるものの奥側を知っていただくことによって、よりダンスの楽しみ方が増していくんじゃないかなと思います。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは、踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからこんなテクニックを利用してほしいというものがあればリクエストお待ちしております。また、ダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。早速前編の動画が出ましたので、ぜひご覧ください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。先日レッスンでミドルスクールの振り付けを行ったところ、太ももやお尻の筋肉痛に数日間悩まされました。体力は落ちていますが、深く落としたところのシルエットは体に染み込んでいたので、とても嬉しかったです。皆さんもぜひ一度自分の限界となる一番大きなシルエットを研究してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。